第1章、穏やかな日曜の午後。日曜日の午後3時、雲一つないとまではいかないが、薄い巻雲が空に優しい模様を描く穏やかな午後だった。鈴木優子40代主婦は愛車であるシルバーのコンパクトカーのハンドルを握っていた。助手席の足元にはスーパーのロゴが入ったエコバッグが3つ、特売の卵が割れないよう慎重に固定されている。後部座席のチャイルドシートには小学2年生の息子翔太が座り、小さな足をブラブラさせながら買ってもらったばかりのヒーローもののカードを眺めていた。ママ、今日のハンバーグ絶対にチーズ入れてね。とろーってなるやつ。はいはい、分かってますよ。だからチーズもちゃんとカゴに入れたでしょ。やったー。じゃあ僕ピーマンの肉詰めじゃなくて普通のハンバーグがいいな。あら翔太、先週はピーマンも美味しいって食べたじゃない。今日はハンバーグの気分なの。他愛のない会話がエアコンの穏やかな風切り音とともに車内に満ちる。優子にとってこの時間は何者にも代え難い宝物だった。夫は休日出勤で不在だが、息子と2人で過ごす日曜日のルーティン。少しだけ遠くの品揃えが豊富なスーパーへ買い出しに行き、帰り道に翔太の好きな歌を流す日常。それは優子が何よりも大切にしているありふれた平和そのものだった。いつもの道、カーナビに頼る必要もない走り慣れた道だ。市街地を抜け自宅へと続く片側2車線の郊外バイパス道路に差し掛かる。合流地点が見えてきた。優子はウインカーを出し、サイドミラーと目視で本線の流れを確認する。車はそれなりに流れているが、無理な割り込みが必要なほどの混雑ではない。優子は後方から走ってくる1台の黒いセダンを認識した。距離は十分にある。よし、今のうちね。優子はアクセルを穏やかに踏み込み、合流車線から本線へと滑らかに車体を滑り込ませた。完璧なタイミングとは言えなかったかもしれない。もしかしたら黒いセダンのドライバーにとっては少しだけブレーキを踏ませる形になったのかもしれない。優子はルームミラー越しにその黒いセダンに向かって軽く頭を下げた。ごめんなさいねという小さな会釈のつもりだった。それが悪夢の始まりを告げる合図になるとは、この時の優子は知る由もなかった。第2章、黒い影の接近。優子が本線に合流し、法定速度である時速60キロで走行車線を走り始めた。その直後だった。うわー、鼓膜を突き破るような甲高いクラクションの音が背後から鳴り響いた。あまりの音量に優子と翔太は同時にビクリと肩をすくめる。うわ、何今の音？翔太が驚いて声を上げた。優子はバックミラーを凝視する。先ほどの黒いセダンだ。まるで獲物を見つけた肉食獣のように優子の車の真後ろにぴったりと張り付いている。優子は息を飲んだ。ルームミラーに映るその車は異常なほどの圧を放っていた。フロントガラスは黒いスモークが張られ、中の様子は伺い知れない。ただその車が放つ明確な怒りだけがビシビシと伝わってくる。優子は背筋に冷たい汗が流れるのを感じた。私が悪かった？でもあんなに鳴らさなくても心臓がドクドクと嫌な音を立て始める。優子はひとまず速度を維持し走行車線を走り続けることにした。下手に車線変更をしたり速度を変えたりすれば余計に相手を刺激するかもしれない。しかしそのささやかな希望は数秒で打ち砕かれた。黒いセダンは車間距離という概念が存在しないかのように優子の車のリアバンパーに数メートルまで接近してくる。そして今度は断続的に、しかし執拗にクラクションを鳴らし始めた。パッパッパッ、まるでどけ止まれ謝れとでも言いたげな暴力的な音の連打だった。ママ、あの車なんで怒ってるの？翔太の声が不安に震えている。大丈夫よ、きっと急いでるだけだから先に行ってもらいましょうね。優子はそう言い聞かせたが、自分の声もまた恐怖に上ずっていることに気づいていた。ここは片側2車線。相手が追い越そうと思えばいつでも追い越し車線から抜き去れるはずだ。だが黒いセダンはそうしない。ただひたすらに優子の車の真後ろに鎮座し、無言のそして有音の圧力をかけ続けている。それはまるで獲物を上なぶるための歪んだ遊びのようだった。第3章、加速する恐怖。ママ、怖い。翔太が半泣きになっている。優子は
なんとかこの状況を打開しようと、左のウインカーを出し、時速60キロだった速度をわずかに落とし、50キロほどに減速した。どうぞ、お先に抜いてくださいという意思表示のつもりだった。追い越し車線は、ガラ空きだ。しかし、黒いセダンは動かない。優子が速度を落とせば、セダンも同じように速度を落とす。まるで、優子の車の後ろに、見えない鎖でつながれているかのようだ。そして、今度はパッシングが始まった。ルームミラー越しに強烈な光が何度も明滅する。優子は目を細め、視界がくらむのを必死にこらえた。何なのよ。一体、優子の恐怖は徐々に光へと変わり始めていた。だが、それ以上に恐怖が勝っていた。ハンドルを握る手が汗でじっとりと締める。バックミラーには運転席の男の影が映っている。スモークガラス越しで表情までは読み取れないが、男がハンドルを何度も叩き、何かをわめき散らしているのは明らかだった。そのシルエットだけで、相手が常軌を逸した興奮状態にあることが分かった。関わっちゃいけない人間だ。本能がそう警告していた。優子は意を決し、今度は右のウインカーを出した。走行車線から追い越し車線へ移り、この悪夢から逃れようとしたのだ。流れを妨げるような速度ではない。スムーズな車線変更だった。だが、黒いセダンはそれを許さなかった。優子が車線を変えた瞬間、セダンもまた地を這うような轟音とともに急加速し、同じく追い越し車線へと入ってきたのだ。そして、再び優子の車の真後ろに磁石のように吸い付く。ふわー、先ほどよりも長く、悪意に満ちたクラクションが再びバイパス道路に響き渡った。嫌だ。優子は小さく悲鳴を上げた。逃げられない。この男は優子を逃がさないつもりなのだ。優子は再び走行車線に戻る。セダンも戻る。優子が少しアクセルを踏めば、セダンも加速する。完全にロックオンされていた。車内という密室の中で、得体の知れない暴力に追われている。翔太は、もう声も出せず、両手で顔を覆って小さくおえつを漏らしていた。第4章悪夢の幅寄せと急ブレーキ。その時だった。黒いセダンが、それまでの必要な追尾とは明らかに違う動きを見せた。轟音とともに再び追い越し車線へ出ると、今度は優子の車を抜き去るかのように加速した。言った？優子が安堵しかけた。その瞬間、セダンは優子の車の真横に並びかけると、速度をぴったりと合わせ、そこからぐいっとハンドルを左に切った。走行車線を走る優子の車に向かって明らかに車体を寄せてきたのだ。優子は反射的に悲鳴を上げ、ハンドルを左に切った。タイヤが路肩のアスファルトをする。耳障りな音が響く。ガードレールまであと数十センチ、あわや接触というところで、セダンはケラケラと笑うかのように車体を右に戻した。心臓が口から飛び出しそうだった。殺される。本気でそう思った。あれはミスではない。明確な攻撃だった。優子の体は恐怖で硬直し、アクセルを踏む足がガクガクと震え、速度が自然と落ちていく。すると、男は待っていましたとばかりに、優子の車の前に回り込んだ。そして、次の瞬間、カックン、理由のない、唐突な急ブレーキ、キャー、優子は慌ててブレーキペダルを床まで踏み抜いた。タイヤが悲鳴を上げ、車体が前のめりになる。シートベルトが優子と翔太の体に強く食い込んだ。翔太がうわーと短い悲鳴を上げる。追突こそ免れたが、あと数秒、反応が遅れていたら、間違いなく衝突していた。黒いセダンは、優子が止まりかけると、また少し加速し、そして再びカックンとブレーキを踏む。まるで、わざと追突させようと誘っているかのようだ。優子の車の周りには、いつの間にか1台も車がいなくなっていた。後続車も対向車線の車もこの異常な光景に気づき、大きく距離を取っている。広いバイパス道路の真ん中で優子の車と黒いセダンだけが異様な空間に取り残されていた。第5章孤立無縁の車内。もうやめて、お願いだからやめてください。優子の声は涙でかすれていた。だがその懇願が届くはずもない。男は優子の前に立ちはだかり、時速20キロほどのノロノロ運転を続け、車線を塞いでいる。優子が右に行こうとすれば右に、左に行こうとすれば左に車体を寄せる。路肩に車を止めて警察を呼ぼうにも、
その隙すら与えてくれない。翔太はもう声を上げて泣いていた。ママ、ごめんなさい。僕がおしゃべりしてたからあの人怒ったんだ。ごめんなさい。違うの。翔太は何も悪くない。ママの運転が悪かったのよ。ごめんなさい。優子は泣きじゃくる息子をルームミラー越しに見ながら自分を責めた。私があの時もっと慎重に合流していれば、私がもっと早く車線を譲っていれば。だが後悔しても状況は変わらない。誰も助けてはくれない。周りを走る車はこの狂気のショーをただ遠巻きに見ているだけだ。クラクションを鳴らして助けを求めても誰もが関わり合いになることを恐れ走り去っていく。車という分厚い鉄の箱は今や優子と翔太を閉じ込める折々と化していた。絶望。優子の心は恐怖と後悔と無力感でぐちゃぐちゃに塗りつぶされていた。このままどこまで連れて行かれるのだろう。あの男は私たちをどうするつもりなのだろう。高速道路に連れ込まれ無理やり止めさせられて、あの恐ろしい男が車から降りてきたら。最悪の想像が次々と頭をよぎり、優子はパニックで呼吸が浅くなるのを感じた。第6章一筋の光。どうしよう。優子は震える手でハンドルを握りしめ、ただノロノロと前を走る黒いセダンについていくだけだった。その時だった。恐怖で焦点が合わなくなっていた優子の視界がふとルームミラーの隅にある小さな黒い機械を捉えた。それは夫のたかしが先月ボーナスが出た記念だと得意げに設置してくれたドライブレコーダーだった。これからは万が一の時も安心だからな。優子は運転が優しいから変なやつに絡まれないとも限らないし、そう言って笑っていた夫の顔がフラッシュバックする。万が一の時って今じゃない。優子はその小さな機械に必死に視線を集中させた。本体の側面にある小さな LED ランプ、それが確かに赤く点灯している。録画中。その事実を認識した瞬間、優子の脳天をまるで冷たい水が貫いたかのような衝撃が走った。取れてる。全部取れてるんだ。あの理不尽なクラクションも、必要な車間距離不保持も、さっきの殺意すら感じた幅寄せも、そして追突を誘うかのような危険な急ブレーキも、このカメラが全てを記録してくれている。さっきまで全身を支配していたガクガクとした震えが急速に収まっていくのが分かった。恐怖が消えたわけではない。だがその恐怖の奥底から全く別の熱い感情が湧き上がってきた。それは怒りだった。そして決意だった。ふざけないで。あなたがやっていることはただの意地悪じゃない。犯罪だ。私だけならまだしも、この子を翔太をこんなに怖がらせて絶対に許さない。優子の目の色が変わった。もう泣き言を言う被害者ではない。息子を守るため、そしてあの理不尽な暴力に立ち向かうため戦う母親の目だった。第7章震える指での通報。翔太。優子は先ほどとは打って変わった。低くしかし力強い声で息子に呼びかけた。翔太はしゃくり上げながら顔を上げた。ママ、今からあの悪い人をやっつけるから。翔太はもうちょっとだけ静かにしててくれる？うん。翔太は母の変化を感じ取りコクンとうなずいた。優子は深呼吸を一つした。そしてハンドルから右手を離し、ダッシュボードに設置してあるスマートフォンホルダーに手を伸ばした。指先はまだ恐怖の名残でわずかに震えていたが、もはや迷いはなかった。落ち着いて、冷静に。やるべきことは一つ。優子はスマートフォンの音声アシスタント機能を起動させた。車内に電子音が響く。ご用件は何でしょう？110番に発信して。優子の声はまだわずかに震えていたが、その語尾には鋼のような強い意志が宿っていた。警察。110番に発信します。スピーカーモードになったスマートフォンからコール音が流れ始めた。数回のコールの後、冷静な男性の声が響いた。はい。110番、事件ですか？事故ですか？第8章冷静な状況報告。事件です。煽り運転の被害に遭っています。優子はフロントガラス越しに黒いセダンを睨みつけながら叫んだ。前方のセダンは優子が通報を始めたことなど知る由もなく、相変わらず車線を塞ぎノロノロ運転を続けている。落ち着いてください。今
どこを走っていますか？警察官の冷静な声が優子の興奮した心をわずかに沈めていく。バイパスです。インターチェンジを過ぎて方面に向かっています。相手の車の特徴はわかりますか？黒いセダンです。ナンバーは？優子は前の車のナンバープレートを読み上げた。品川のです。しつこく幅寄せされたり急ブレーキを踏まれたりしています。危険な状態ですね。あなたのお車の車種と色、ナンバーも教えてください。優子は自分の車の情報もよどみなく伝えた。シルバーのコンパクトカーで、ナンバーはお子さんも乗っています。子供が乗っています。とても怖がっています。わかりました。すぐにパトカーをそちらに向かわせます。相手を刺激しないでください。そのまま安全な速度で走行を続けて、通話はこのままつないでおきます。はい。オペレーターとの通話が続く中、数分が経過した。それは永遠の長さにも感じられた。黒いセダンはまだ気づかない。相変わらず優子の前に立ちはだかり、時折ブレーキランプをチカチカと点灯させている。早く来て。優子が祈るような気持ちでバックミラーを見つめ続けた。その時だった。遥か後方、赤と青の光が明滅するのが見えた。サイレンの音が風に乗ってかすかに、しかし確実に近づいてくる。来た。サイレンの音は急速に大きくなり、それは黒いセダンのドライバーの耳にも届いたようだった。セダンの動きが一瞬明らかに狼狽したように揺れた。そして猛スピードで逃走を図ろうとしたが遅かった。後方からだけでなく、いつの間にか前方からも別のパトカーがサイレンを鳴らして迫ってきていたのだ。2台のパトカーがあっという間に黒いセダンを挟み撃ちにし、その進路を完全に塞いだ。前の黒いセダン、左に寄せて停車しなさい。すぐにエンジンを切りなさい。パトカーからのスピーカー音声がバイパス道路に響き渡った。第9章サイレンと往生際の悪い嘘。黒いセダンは観念したようにゆっくりと路肩に停止した。優子も警察官の指示に従い、その後方に車を止めた。プツンと緊張の糸が切れたように全身の力が抜けていくのを感じた。ママ、翔太がか細い声で優子を呼んだ。もう大丈夫よ。翔太、警察の人が来てくれたから。優子は震える手でシートベルトを外し、すぐに後部座席のドアを開けて翔太を抱きしめた。翔太は母の腕の中でこらえていた涙を再び溢れさせた。その間にも事態は進んでいた。パトカーから降りてきた2人の警察官が黒いセダンの運転席ドアを取り囲んでいる。ドアが開き、中から引きずり出されるようにして降りてきたのは40代ほどの T シャツ姿の男だった。髪は油ぎり、血走った目で警察官を睨みつけている。さっきまでの威勢はどこへやら。明らかに動揺していたが、それでもなお男は信じられない言葉を叫び始めた。違うんだよ、俺は何もしてねえ。あの女が急に合流してきて俺の前に割り込んできたんだ。男は優子と翔太を指さしながら大声でわめき散らした。それだけじゃねえ。俺が普通に走ってたらあの女が後ろから煽ってきて急ブレーキまで踏みやがったんだ。危うく追突するところだったんだぞ。優子は耳を疑った。何を言っているの、この人。あまりにも白々しい。完全な責任転嫁。翔太を抱きしめる腕に怒りで力がこもる。若い警察官が優子のもとへ駆け寄ってきた。奥さん、大丈夫でしたか？お子さんも怪我はありませんか？はい、怪我はありません。でもすごく怖くて。心中を察します。今あちらのドライバーは奥さんから煽られたと主張していますが、警察官が困惑したような表情で優子を見た。その時だった。第10章動かぬ証拠と法の裁き。優子は翔太を抱きしめたまま毅然として顔を上げた。そしてはっきりとした声で言った。嘘です。あの人が言っていることは全部嘘です。私の車にドライブレコーダーがついています。優子のその一言に警察官の目の色が変わった。そしてそれを聞きつけたのか、わめいていた男の動きがぴたりと止まった。ドライブレコーダーですか？はい。合流地点でクラクションを鳴らされた時から今ここに止まるまでの全てが記録されているはずです。音声も多分。すぐに確認させていただけますか？ベテランの警察官が優子の車に乗り込み、
ドライブレコーダーの SD カードを抜き取ったパトカーの車内に持ち込まれたノートパソコンで映像の再生が始まる。男は警察官に両脇を固められながらその画面を絶望的な表情で見つめていた。映像には全てが記録されていた。優子が合流した後、異常なほど車間距離を詰めてくる黒いセダン。執拗なパッシングと優子が車線を譲ろうとしてもついてくる動き。そしてハイライトはあの幅寄せだった。優子の悲鳴と翔太の泣き声、さらに前方に回り込んでからの何度も繰り返される危険な急ブレーキ。キーというタイヤの摩擦音と翔太のうわーという悲鳴も鮮明に記録されていた。男はその動かぬ証拠を突きつけられ顔面蒼白になっていく。さっきまでの勢いは完全に消え失せ、カタカタと小さく震え始めていた。これは映像を確認し終えたベテラン警察官は厳しい表情で男に向き直った。あなたの行為は極めて悪質だ。単なる交通違反じゃない。警察官は手帳を取り出し男にはっきりと告げた。あなたの先ほどの一連の運転行為は道路交通法における妨害運転罪、いわゆる煽り運転に該当します。これだけの証拠が揃っている。現行犯として署までご同行願います。そんな俺はただちょっと注意しようと。男は蚊の鳴くような声で言い訳をしたが、もはや誰も聞いていない。言い訳は署で聞きます。お子さんを乗せた車に対してあれだけの危険行為を繰り返した。あなたがやっていることは運転とは呼べない。ただの暴力だ。警察官の言葉に男はついに観念し、その場に崩れ落ちるようにうなだれた。優子はその光景を翔太の目を覆いながら静かに見つめていた。パトカーに乗せられていく男の情けない背中。あんなものに自分は殺されるかもしれないとまで怯えていたのだ。警察官が優子の元に戻ってきた。奥さん、本当にご無事で何よりでした。あのドライブレコーダーの映像が決定的な証拠となりました。勇気ある通報ありがとうございました。いえ。優子は深く頭を下げた。帰り道、すっかり暗くなった道を優子はゆっくりと運転していた。翔太は疲れ果てたのか後部座席でスースーと寝息を立てている。優子の目からは安堵と後からこみ上げてきた恐怖で涙がとめどなく溢れていた。だがその涙はただの悔し涙ではなかった。守れた。理不尽な暴力に対し泣き寝入りせず息子を守り抜くことができた。ハンドルを握る手はまだ少し震えていたが、そこには確かな力がこもっていた。さあ帰ろうね翔太、おいしいハンバーグ作らなきゃね。優子はルームミラー越しに眠る息子の顔を見つめ優しく微笑んだ。法律 Tips コーナー。今回のケースのように理不尽な煽り運転に遭遇した場合、パニックにならず冷静に対処することが何よりも重要です。今日の物語から3つのポイントを覚えておきましょう。1、妨害運転罪という明確な犯罪です。2020年の法改正により煽り運転は妨害運転罪として厳しく罰せられるようになりました。車間距離不保持、急ブレーキ、幅寄せ、必要なクラクションなど他の車両の通行を妨害する目的で行われる10項目の違反行為が対象となります。違反した場合、最大で懲役3年著しい危険を生じさせた場合は最大5年の刑罰が課される可能性があり、さらに一発で免許取り消しとなります。煽り運転は単なるマナー違反ではなく重大な犯罪であるという認識が重要です。2、動かぬ証拠ドライブレコーダー。今回の逆転劇の決め手となったのがドライブレコーダーでした。加害者が相手から煽られたと嘘の主張をすることは珍しくありません。その際、客観的な映像証拠は何よりも強力な武器となります。前方だけでなく後方や車内も録画できるタイプのドライブレコーダーを設置しておくことは自分と家族を守るための最も有効な自衛手段の一つです。3、迷わず110番通報。危険を感じたら絶対に車から降りたり相手の挑発に乗ったりしてはいけません。まずは安全な場所、サービスエリアやパーキングエリア、警察署の前などに避難することを最優先にしてください。もし今回のケースのように逃げ場がない場合は車をロックしたまますぐに110番通報してください。その際、
慌てずに今いる場所、道路名や目印、相手の車の特徴、ナンバー、車種、色被害の状況を伝えることが迅速な警察の対応につながります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター、消費者ホットライン188、または警察相談専用電話9110などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。